方から女王の鳴き声が聞こえるぞ。いつも聞いていた声だ。あら、こちらの位置がバレたようですね。あちらです。あの路地に逃げましょう。女王を探し出して捕まえろ。言ったようですね。みんな正気じゃない。これからどうしよう。ねえ、何かいい考えはないの？他に誰がいるっていうの？何でもいいから何か考えてよ。何も思い出せないの？親分がここに召喚した時に記憶をいじったのかな？考えろって言ったのに何をブツブツ言ってるのよ。どうやら騒ぎの最中に頭を強く打ったようですね。ちょっと大丈夫なの？今どういう状況か分かってる？エルフィンよ、エルフィン。エイリアスの女王の顔もわからないなんてどういうこと？ネルという名前を聞いても何も思い出せませんか？週末のミサには参加されたことがありますよね。私のことも覚えてないのにネルのことを覚えてるわけないじゃない。こいつについていって大丈夫なの？私たちより何倍も背が高いですし、手足も異常に長いので盾として使えるのでは？人間？そんなに騒いだらバレちゃうでしょ。隠れてるのがわからないの？今何か聞こえなかったか？見ろ、お菓子のカスが落ちている。見つけたぞ。こんなところに隠れていたのか。さっさと秘密のおやつ倉庫の場所を発見。女王、そんなものはないって言ってるでしょ。囲まれてしまいました。私たちだけでどうにかできる状況ではありません。どうすればいいの？ちょっと人間だかなんだか知らないけど黙ってないでなんとかしなさいよ。こいつは何者だ？何をしてるのよ。人間？ちょっと何してるのって聞いてるの。新型の魔法ゴーレムか。ゴーレムを分解したら砂糖が出るかもしれない。ゴーレムのメイン燃料は糖分だ。大半が溶かした砂糖を燃料として使っているらしい。分解しよう。分解してキャンディーを作って食べよう。なんか慣れてるみたいだね。これが何なのかわかるの？なんだか力を感じる。もしかすると親分があなたのために落としてくれた切り札かも。使ってみよう。なんだそれは。あいつ床に落ちてた変なものを拾ったぞ。構うことはない。攻撃しろ。
なんだあれは。新しい魔法武器か。逃げろ。女王が新しい武器を発明した。あなた、今のどうやったの？初めて見るわね。あなた、人間だというのは嘘ではなかったのですね。あなたはきっとこの状況から私たちを救ってくださる救世主です。予言では混乱の時代に私たちを救うため人間が降臨すると言われています。巨大で神々しい光を放つ武器とともに私たちを導いてくださる使者。迷える世界中教団を導くこと、これがあなたの運命なのです。そうです。この場合は教師様と言えばいいでしょうか。ネル、本気で言ってるの？どう見ても自分が何者かも分かっていないおまぬけさんよ。女王様、私がこれまでに虚言を申したことがありましたか？いや、バカ正直で困るくらいね。でもその予言って女王である私でさえ初めて聞いたんだけど。予言というものは実現するまであまり重要視されませんから。どうしても信じられなければ教団本部へ参りましょう。そこに証拠があるのでご覧になればお二人も納得できるはずです。いくら考えても変よ。周囲をよく調べろ。きっとこの近くに女王がいるはずだ。困ったなあ。どこへ行っても反乱軍だらけね。あの前さえ通り抜けられればなんとかなりそうですが、仕方ありません。ここは私が。ネル、何をするつもり？まさかあなた自分を犠牲にする気じゃ。さあ、キャンディーです。キャンディー？どこだ？今のうちです。彼らがキャンディーに気を取られている間に行きましょう。食べ物は持ってないって言ってなかった？万が一のために持っていたのですよ、女王様。もう私にバレちゃったんだからいいでしょ。一つちょうだい。いけません。この先に何があるかわからないので残しておかなければ。それに女王様は一つで満足できないでしょ。袋ごと口の中に入れるに決まっています。くにゅにゅ、覚えてなさい。鍵をかけたので教団本部の中ではゆっくりできるでしょう。ところで救世主について書いてある本はどこにあるの？そうですね、こちらの棚に。どうぞ、お二人もご確認ください。最初のページに記してあるのですぐ見つかるはずです。予言は序章のタイトルです。本の表紙をご覧ください。
古の世界樹教団の初代教師様がお持ちだったものです。司祭なら必ず毎日書くべき日記です。残念ながら教師様は死って何？それって美味しいの？私もうお腹が空いて倒れそうなの。だからそれは何なの？意味不明な言葉はやめてよね。子供ですって？そういう自分はいくつなの？まったくずいぶん若いじゃない？この女王エルフィン、弱いは200歳を超えているのよ。正確な年齢は覚えておりませんが、女王様より年上です。いつからか年齢を数えることに意味がなくなりましたから。それはそうと、あなたはかなり老けて見えます。人間の寿命は短すぎるようですね。記録しておきましょう。週末農場へ行くわ。私たちが気づかない間に精霊たちに週末農場へ連れて行かれて、そこでずっと幸せに暮らすらしいわよ。週末農場なのか牧場なのか、学会では意見が分かれますが、一日教師を務められた後、農場へ行かれました。それ以来みんなが教師職を恐れたため、空席のままになっていました。真の教師は人間にしか務まらないということに気づいたのです。偶然が集まり必然となるのです。過去や未来の予言、妖精王国が滅亡する危機、人間の降臨、あなたが見せてくださった力、そして私たちとの出会い、すべてまとめてみると決して偶然ではありませんよね。とりあえず毎日収容録に日記を書いてください。私が確認し産業以下であった場合は職務放棄とみなしてお尻ペンペンです。そして信徒たちを集めなければなりません。教師としての力を証明するのです。仲のいいご友人やご家族でもいいので、できるだけ大勢を連れてきてください。教師の任務遂行能力が向上したらランクを上げて差し上げます。まずはローズランクから始めましょう。これでも破格の対応ですよ。本来は双葉ランクから始めるものなのですから。ネズミ講って何？まあそんな難しいことじゃないって。私が毎日やってる女王の日課と同じようなものよ。私もちゃんとできてないからいつもネルに叱られているし、お仕置きとしてお尻をペンペンされて一食我慢すればいいだけだから楽なものよ。つまり実のところは何もしなくてもいいってこと。そのせいで王国が燃えているのですよ。燃やしたのは住民たちであって私じゃないもん。とにかく救世主様、私たちを導く教師になっていただけますか。隣のお方を反面教師に一つずつ学んでいけばいいのです。ネル、それって私のことじゃないよね。どうやらこの世界の仕組みをまだ理解されていないようですね。扉には鍵がかかっています。他に選択肢がないことくらい雰囲気で察していただけませんか。
倉庫から麻袋を取り出してくる前にもう一度考えてみてはいかがでしょうか。突然さまざまなことが起きて混乱されているようですね。少し考える時間を差し上げましょう。ネルの表情が険しくなってきたよ。よく考えて。結構です。やはり人間は救いの聖典に記されている通り勇ましいですね。まずはこの騒ぎから解決しましょう。いくら強い力をお持ちでも反乱軍全員を一人でどうにかするのは不可能です。仲間を集めましょう。妖精王国にはまだ私たちの言葉に耳を傾けてくれる者がいるはずです。仲間か。それなら私に任せなさい。女王様にですか？何よ、その疑うような目はやめて。本当に私と仲がいい子がいるんだってば。一緒に来てその目で確かめればいいでしょ。何をご覧になっているのですか？白紙のノートだと思うけど、うちの王宮の前にある文房具屋で買えるノートとそっくりなの。なんということを。数千年間教団に受け継がれる神聖な本を女王様が否定してどうするのですか？そうは言ってもノートのカバーに教主収容録って書いただけでしょ。大量生産されている文房具のノートが教師収容録のデザインを参考にしたとは考えられませんか？そうなのかな。もちろん鶏が先か卵が先かという話でどちらが先かは分かりませんが、何をなさるんです。神聖なる聖画を破くなんて。何をおっしゃるのです。左門会を開いて貼り付けに。カバーの中に紙が。そのようなものが隠されているとはどうやって気づいたのですか？なんとあなたには本当に教師になる資質があったのですね。何が書いてあるの？なんだ、今日の運勢みたいなくだらない内容？教理本に書いてある内容ですね。いきなりぼーっとしてどうしたの？もう疲れた。ジャムの上にパンを乗せて食べたい。大丈夫ですか？先ほどから無言ですが。会話で何度も言葉に詰まるなんて教師様は知力が低いのでしょうか？子犬ほどの知力なら訓練すれば。おやつでも召し上がりますか？そちらへお座りください。いえ、訓練ではなく、
ったわ。おやつをちょうだい。子犬以上の知能があるのは間違いないようですね。よかったです。おやつではダメでしたか。女王様のように楽にはいかないようです。他人の心を読むときは気をつけなきゃ。とにかくよかった。かなり昔に隠したメモなのに見つけてくれたんだね。さあ、いわゆるテストだったんだ。少しでも頭が切れる子を見つけるためのね。レベルが違うと話が通じなくてイライラするでしょ。このおバカさんたちは今までこんなことにも気づかなかったの。昔すぎてどれくらい待ったのかも覚えてないよ。まだ分かっていないみたいだね。でもここで暮らしていればそのうち分かるようになるよ。あの子たちと話すのってかなり疲れるんだよね。自分より賢いものを見つけたらあれこれ頼んですぐ他人に頼る。このメモを見つけられたやつに心が読める能力が発現するよう魔法をかけておいたんだ。とっても偉いお方から借りた力だからね。この世界ではあのお方の意志こそが世界の法則だし、どうせ面倒なことを任されたんだからしっかりやってみてって背中を押してあげたってわけ。とにかくこの能力はあなたにとっても役立つと思うよ。そうだ、あたちと能力のことは秘密にした方がいいと思うよ。あたちの存在やあなたが心を読めるってバレたらすっごく面倒なことが起こると思わない？それに心を読む能力は他人が知らないからこそ進化を発揮するものだからね。常に油断している状態だからこそ本音が読めるってものでしょ。そう思わない？平気平気。教師ちゃんと話し合うために時間を止めておいたから。厳密に言えば時間を止めたわけじゃなくて考える速さで話してるんだけどね。でそれにどうせあたちが見えるのは教師ちゃんだけだし、教師の資格があるやつにしか見えないってとこかな。あたちだって久しぶりに話ができる相手に会えて嬉しいもん。よし、これで基本的な準備は終わったね。あとはエルフィンとネルを手伝うことに集中しよう。全部を教えるのはちょっと大変だし、あの二人と一緒にいて教えてもらえばいいと思うんだ。初めて見るものがあればじゃーんって登場して教えてあげるから。その意気だよ。隣で応援するから一緒に頑張ろう。突然宙に向かって話しかけるなんて心配した方がいいでしょうか。ガムがあるの？ポケットが一つあれば必ず一個入ってるガムか？そうだった私についてきて。こう見えてもここは魔法学校よ。そうね。でも中身は魔法学校。ベーカリーじゃない。
魔法学校の校長エシュールよ。エシュールは魔法学校の校長で、妖精の村のパン作り協会の会長なの。妖精たちが生まれた時から魔法を使えるのは私のせい？エーリアスの森に魔法学校が必要ないのは私のせいじゃない。魔法よりパン作りの才能があるのも私のせいじゃないのに。エシウルさんは生まれつき全国民が魔法使いであるこの王国に魔法学校を建てた妖精です。当然経営がうまくいくはずもなく、貧しさを補うためにベーカリーを兼業しているのです。その様子では今月もまた家賃の支払いに困っているようですね。ここはまだベーカリーじゃない、ベーカリー兼魔法学校よ。まだメインは魔法学校だから、私はパンオタクじゃない。しくしく。それはそうと、外の騒ぎはあなたも知ってるでしょ？もちろん知ってますよ。女王様、この騒ぎの中でもパンを食べに来たんですか？今日はパンを食べに来たんじゃなくて、私を助けてくれる妖精が必要だから来たのよ。助ける？諦めて逃げた方がいいんじゃないですか？私たちには世界樹教団の教主がいる。この状況をひっくり返教主？面倒だから誰もやりたがらなかったあの教主ですか？人間が実在するって本当ですか？この隣ののっぽが人間？手足が長すぎて気持ち悪いですね。せるわ。ほら、人間が何なのか知ってるの？魔法学校の校長ですから当然知ってますよ。魔法と関係がある教団書籍の研究論文を書いた時に読みました。あの論文ですね。思い出しました。書庫の隅で埃をかぶっているあの150ページの論文ですよね。でも女王様、それでいいんですか？何が？この人間が本当に救世主であり教主で、この状況を覆す存在だとしても、異邦人の力で状況を鎮めるのは王国にとって大きな害になるかもしれません。どういうこと？もっと分かりやすく言いなさいよ。自分の頭の良さを自慢したいの？私のような個人ベーカリーがフランチャイズベーカリーの力を借りてうまくいっても、その後フランチャイズに食われるだけです。ベーカリーにはベーカリー独自の自主権が必要で、それを得るためには自力で状況を打開する必要があるということです。おお、理解できそう。ベーカリーに漂うパンの匂いを嗅ぐと、パンのことしか頭に浮かばない。全ての問題を解決した後、人間に王座を明け渡せと言われたらどうしますか？王座を明け渡す。義務と責任を脱ぎ捨て、ただ気楽にパンを食べていても叱られずに暮らせる。これは願ってもないチャンス。人間、今すぐこの王冠をかぶる。何よ、叩くことないでしょ。痛いじゃない。さすがです。自制力があり欲もない、やはり教師の器にふさわしいお方です。エシエルさん、今はあれこれ気にしている場合ではありません。どんな力を借りてでもこの騒ぎを鎮めなければならないのです。とはいえねえ、
王国が滅亡の危機に置かれているのに、将来の王国の存続についてご講義でもされるおつもりですか？そうじゃなくて、実は反乱軍によくしてもらってるんです。ベーカリーを燃やすどころか、むしろ守ってくれて。反乱が起きる前の王国はパンを大量に注文するだけでお代を払ってくれませんでした。パンの大量注文？女王様、私に内緒でパンを注文したことがあるのですか？うわわわイシュール、一度でいいから助けてよ。私言うほど食べてないでしょ。女王様のせいでうちは大火事なんですよ。この通りだからね、お願い、今回だけでいいから助けて。うぐ、どう考えても反乱軍に味方した方が得な気がする。エシュールさん、はい、何ですか司祭長様。協力していただけるなら今後1年分のベーカリー、いいえ、魔法学校の家賃は教団がお支払いします。はい、1年間パンを売らずに魔法学校を運営できるのです。いかがですか？本当ですか？でもエシュールさん、一生ベーカリーを営みたいですか？反乱軍が守ってくれるのもここがベーカリーだからこそ。魔法学校となればすぐに火の海にされるはずです。そう思いませんか？そこまでは。すみません、考えが浅はかでした。いいえ、今ならまだ間に合いますよ。じゃあ私はどうすればいいんですか？よし、じゃあ私たちに加担するってことでいいよね。後で文句いい子なしだからね。私を守ってくれる肉の壁が増えたわ。いいね、いいね。もう少し仲間を集めましょう。魔法学校が潰れてからだいぶ経ってるから、エシュールの魔法の腕は当てにならないし。女王様、当てにならないはあんまりじゃないですか？エシュールさんの他にご友人がいらっしゃるのですか？うん、他にもいるはいるけど、ネいるけど。ルが怒らないって約束してくれるなら教えてあげる。怒る？私がこれまでに怒ったことがありますか？ネルはいつも怒ってるでしょ。一昨日も昨日も今日も、そして明日も。わかりました。約束します。女王様の記憶力は大したことがないので、この場だけ約束してごまかしましょう。ひひ。おかしいですね。何が？先ほどから反乱軍の姿が全く見当たりません。それっていいことじゃない？どうして不安がるの？確かに今は都合がいいかもしれませんけれど、まあ私の思い過ごしであればいいのですが。それはそうと、これから会いに行くご友人とやらはどちらに？この近くに住んでいたはずなんだけど、きっと騒ぎが起こって隠れたんだわ。そうね、
いわば妖精王国最高の冒険家ってところかしら。いや、探検家と言うべきかも。ところで探検家と冒険家って何が違うの？女王様、まさか。怒らないって約束は。怒ってるじゃん。おでこに怒りマーク出てるじゃん。まだ怒っていません。自称妖精王国の冒険家とは、女王様の家出協力者を意味するものですから。こんにちは、女王さん。マリー、そこで何をしているの？まさか反乱軍の連中があなたをそこに突っ込んだの？いや屋根裏を探検してたんです。屋根に突き刺さっているのと屋根裏の探索に何の関係が？モンスターを見てびっくりしちゃって。モンスター？どんなモンスターを見たの？灰色で毛むくじゃらで4本足の尻尾の長いモンスターです。マリー、またネズミを見てパニックになったんでしょ。だって怖いものは怖いんだから仕方がないじゃないですか。やっぱり分かってないわね。マリーと私が遺跡で回収したお宝と遺物がどれだけあるか知ってる？それにネルに捕まった時責任転嫁するのにちょうどいい友達ね。確かに多いですね。家出からお戻りになるたびに女王様の落書きが書かれたガラクタのようなものを山ほど持って帰ってこられましたから。あれは本物の遺物だから。とりあえずここから出してもらえません？昨日から刺さっていたせいでもう下半身の感覚がなくて。反乱軍に助け出してもらえなかったの？普通に通り過ぎていきましたよ。力なくぐったりしてたら屋根の飾りだと思ったらしくて。シュール、マリーを助けてあげて。私がですか？女王の味方なら女王の命令に従いなさい。ほら、魔法ってやつを使えばいいじゃない。わかりましたよ。早くも後悔が押し寄せてきた。何をする気？すべての魔法の基礎は物理力。とりゃエシュールがやってるんだから魔法なんでしょ。ありがとうございます。首が取れるかと思ったけどなんとか出られました。無事でよかった。あなたもついてきて。どこに行くんですか？いつも一緒にマシュマロを焼きながらだべっていた北の洞窟に？なるほど、そこが家出の隠れ家だったのですね。この件が済んだら労働者に頼んで洞窟を埋めましょう。違うよ、隠れ家じゃなくて遺跡で、重要なのはそこじゃなくてマリーは信用できる子なの。ネルに私の居場所を吐くように拷問されてもいつも耐えてくれたんだから。女王様の想像力が豊かなのはよくわかりました。本当だって私見たわよ。道端でマリーを捕まえて私とどこへ行っていたのかを追求してたでしょ。拷問
問じゃないの？拷問って情報を聞き出すためのものよね。なら四捨五入したらそういうことじゃない。やれやれ、教主ともあろうものが算数もできないとはね。女王さんはちょっと大げさなんです。察してください。とにかくマリー、あなたも私たちの味方だわ。どういうことですか？詳しいことは知らなくていいわ。ただ私についてくればいいの。ちゃんと説明したら断られちゃうかもしれないじゃない。エシュールは多額の借金があるから、お金で釣れば断らないと思って。はい、それはあんまりじゃないですか？どうしてこんな扱いを受けなきゃいけないの？いくらなんでもひどい。女王様、女王としての威厳を保ってください。でもみんな私のことなんてどうでもいいと思ってるでしょ。自信がないの。王冠をかぶってから何一つまともにやったことない気がするし。今王国が火の海になってるのも全部私のせいだってみんな言ってるじゃない。それで誰が私を信じてついてきてくれるの？私だってうまくやりたかった。でも仕事に集中できないのは仕方がないじゃない。ありがとう。ところで人って何？それが気になって後半は頭に入ってこなかった。本当にもう一度話すつもりなの？真面目な話を二度するとかちょっと痛いよね。どうして叩くの？ただでさえ落ち込んでるのに。王国の秩序を正すつもりです。こちらの救世主様のお力を借りて。救世主？ええ、世界樹教団の教主になられるお方です。もう少し様子を見ないといけませんが。教主か。あれって本当にある役職だったんですね。わかりました。女王とは仲良くしていたし、裏切るつもりはありません。どれだけおバカさんでも身分の高い友達がいるのは悪いことじゃないですし。もちろんこれでも冒険家ですよ。冒険するのが私の仕事です。妄想じゃないもん。逃げる女王さんと一緒の時は郊外の洞窟に行ってお昼寝をするけど、普段は本当に探索してるんですよ。古い遺跡から遺物を探したり、鍵のかかった扉をダイナマイトで爆発させたり。その方法で回収すれば遺物は半分壊れるけど根は張るんですよ。ヴィンテージ感がより出るっていうか。待ってください。本当に回収した遺物があったということですか？女王様が持ち帰ってきたゴミ以外に？もちろん私の仕事ですし。ではその遺物はどちらへ？全て売っちゃいました。王国博物館に寄付してもお金はもらえないですし。女王様！売ったのは私じゃないのに、なんで怒られなきゃならないの？私は遺物を手に入れたらコツコツ王宮に持って帰ってきてたでしょ。
からみんなが避けてるからかも。ベーカリーもないほど恐ろしい場所よ。昔ここへ足を踏み入れた時にチョコ強盗に全てを差し出したことがあるわ。女王だから一人でも平気。女王は強いんだから護衛なんていらないわ。お静かに。しっかりしてください。私たちは遊びに来たわけではありません。売られた遺物を探しに来たのです。異物がそんなに大事？今探す必要があるの？異物の中に必要なものがあるかもしれません。頭数が足りないのは事実ですし、魔法の武器などは役に立つはずです。わかったって。マリーさん、この路地に盗品を扱うお店があるというのは間違いありませんか？はい、間違いないです。どうして腕を下ろしているのです？腕を上げたままついてきなさいと言いましたよね。盗品商人の家はあそこです。誰っすか？今すぐドアを開けなさい。この家を捜索させていただきます。器？私から話してみます。マリーだけどドアを開けて。マリー、物がない。入れられないっす。違うの、大変なことになってるの。早くドアを開けて。物がないと開けないっす。もう王国奪還って急務があるのにこんなことで時間を無駄にできないでしょ。どきなさい。イライラする。これだから庶民っていうのは。ジョーさん？それ私のダイナマイト。何をする気ですか？正気ですか？これは危険なんですよ。週末農場に行かせて。家のドアが粉々に。ここで異物を保管していると聞きました。すぐに返却しなさい。あんたは？世界樹教団の司祭長ネルと申します。知らないっす。司祭長の名前を知らないなんて。女王様？司祭長はともかく私のことは知ってるわよね。知らないっす。私は女王よ。妖精の女王を知らないってどういうこと？収集価値ゼロっす。ただの変な格好をした妖精。レア度ゼロっす。服は収集価値あるかも。高級生地でオーダーメイドの宮廷服。原価だけで考えてもかなりの価値がある希少な衣装。管理が雑で傷が多いのが残念っす。協力するつもりがないなら力ずくで奪い取ります。ダメっす。この妖精は本当に。ここに反乱軍が。触るな。反乱？興味ないっす。私のコレクション。これマネキン。
あんた、あれ？あんた、何者？神？デタラメを言うのはおやめください。いくら救世主でも神を冒涜することは許しません。人間？初めて聞くす。少々説明が必要そうですね。そういうのは興味ないっす。なんですって？人間、エイリアスの新種の生物、価値の測定不可能。あんたは私のものっす。バカなこと言わないで。こいつは私に手を貸して王国を取り戻すって約束したの。そうです。このお方は世界樹教団の教主です。あなたにそのような権利は。うるさいっす。人間はもう私のコレクションっす。マヨ、王国で騒ぎが起こってることは知ってる？騒ぎ？知らないっす。そうっす。取引？面白いコレクション。断れない誘惑。合図ね。これは合図に違いないわ。一体何をするっすか？何でもいいから手に取って役立ちするわよ。皆さん、何をなさっているのです？これは自動でパンが焼ける携帯型魔法オーブン。これさえあれば自動で大量生産できる。ねる、これ見て。神話の中に出てきた世界樹教団の銀の首飾り。一体何を？この泥棒はやめるっす。どう？異物を返して欲しければ私に服従しなさい。静かに。私に考えがあるの。あなたはこれから私に協力して反乱軍を倒す。騒ぎが解決したら異物も返すし、この人間をあなたに授けよう。国家権力を振りかざすなんて。仕方がない。わかったっす。とりあえず同行するっす。めちゃくちゃでしたが、とにかく説得には成功したようですね。では、役に立ちそうな異物を持っていきましょう。頭数も増えたし、強力な異物も手に入れたから勝算はある。これだけの人数を盾にすれば勝つことも逃げることもできるわ。妖精の女王の実力を見せる絶好のチャンス。えへへ。
可能です。反乱軍全員を相手するわけではありません。王宮には近衛兵が閉じ込められています。王宮の正門を守っている反乱軍を制圧し、扉さえ開けられれば勝算はあります。さっき持ち出した異物の中に風のように走れるブーツがあるわ。見て。ものすごい速さでしょ。楽しい。これさえあればあっという間に扉を開けられるわ。それは使い捨てっす。私のコレクションをゴミにした。絶対に忘れないっすよ。ごめんなさい。仕方ありません。こうなった以上正面突破するしか。皆さん気を引き締めてください。間もなく王宮に到着しますが、きっと警備は厳しいでしょう。ゾウさん偵察に行っていたマリーさんが戻ってきましたね。マリー、青ざめた顔してるけどどうしたの？それが王宮の前に誰もいません。え？それがどうしたの？ラッキーじゃない。まさか本当に誰もいません。やったわね。これならゆっくり扉を開けられる女王様、離れてください。わ。よくわからないんだけど。まったく、どうしてみんなそんなに深刻な顔してるの？近衛兵たち、出てきてちょうだい。反乱軍を掃討するわよ。王宮近衛隊は女王に従わない。なんですって？反乱軍にそそのかされたのでしょうか。裏切り者どもめ。いや、ストライキだ。倉庫にある山積みの羊羹にはもう飽き飽きだ。パンとジャムを出せ。本来なら近衛兵のお給料としてケーキのような副食を提供するのですが、王国全体が砂糖不足に陥った今、提供できるのは羊羹のみでした。他に何があると？人間は違うものを食べるのですか？ケーキも食べるし、チョコとキャンディーも食べるよ。肉？人間はそんな野蛮なものを食べるの？変な響きの言葉ね。肉。反乱軍にそのようなことを言えば火に油を注ぐだけです。好みの問題です。好みの問題なので尊重していただけますか？羊羹ってさ、なんか変でしょ？食感は柔らかくて気持ち悪いし。ベトベトしてて甘いは甘いけど、栗だか小豆だかわからない香りだし。妖精が最も嫌う食べ物なので、普段は食べずに王宮へ献上するんですよ。もともとは私たちで栽培していたんですが、ここ数十年は別のところから輸入しているんです。そっちの方が楽だしね。キラキラする石を何個か渡したらどっさりもらえてたんだけど、この前から在庫不足だって言われて売ってもらえなくなったの。
独占、それってどういう意味？あります。ただ女王様は恥ずかしいので知らないふりをしているのです。女王様のせいで妖精全体の偏差値が下がってしまいそうです。まあまあ、細かいことは気にしないの。女王がいたぞ。ついに見つけたぞ。いつか王宮に戻ってくるだろうと思って罠を仕掛けておいたのだ。この衛兵が反乱軍と取引したことも知らずのうのうと戻ってきたな。何？女王が砂糖不足を解決できなければこの衛兵は一歩も動かないぞ。そうだ、給料がまともに支給されるまでストライキを続ける。ちょっとあなたたち本気なの？女王が反乱軍に立ち向かってるのにこの衛兵が何もしないなんて恥ずかしいとは思わないの？何がどうあれ、もう羊羹はコリゴリだ。羊羹があるのか？なんだと？私たち住民は何の味もしないアボカドばかり食べていたのにこの衛兵は大量の羊羹を隠していたなんて。あれ、反乱軍とこの衛兵で争いが始まりそうですよ。女王が女王ならこの衛兵もこの衛兵だな。全員かかれ！反乱軍ども、ついに本性を現したな。一体何が起こってるの？なんとなく私が望んでいた通りに進んでいるような気はするけど、大丈夫かな？逃げましょう。巻き込まれてもいいことがないです。人間、怪我はダメっす。商品価値が落ちるっす。孤立することになるので王宮の方に逃げても望みがありません。反乱軍の群れを突破して外に出なければ。反乱軍を突破する？そんなの無理でしょ。そうだ、あなたにはあれがあったわね。ビューだっけ？本気？そんなことできるの？なんだ？交渉条件を話そうとしてるようだぞ。はあ、わけのわからないことを言うあいつから叩きのめそう。何してるのよ。さっさと銃撃っとやらを撃って。あいつまたあれを使うつもりだ。あれとは何のことですか？何のためにこいつを連れていると思ってるの？こう見えてもやるときはやるやつなんだから。さあ、やっておしまい。宙に手を伸ばしてどうしたの？飛びたいの？残るは正面突破のみ。力を合わせて乗り越えるしかないのです。できますよ。皆さん、教師様の指示に従ってください。世界一に呼ばれて降臨した救世主の力をお見せください。言われた通りにするから、とにかくやってみて。それが作戦なの？
この外にある森です。ベーカリーの店主がいないっす。さっき見かけたけど。リシュールが私は女王の味方じゃないって、ただのベーカリーの店主だから助けてほしいって反乱軍に言っているのを見たの。いつもからかって商売の邪魔ばかりしてたから、願えられても仕方がないかも。あなたに何がわかるのよ。エシュールに会ってまだ1日も経ってないくせに。反乱軍にすがりついて命乞いをするエシュールを見たのは間違いないわ。エシュールはいつもそうだ。毎日パンを食べる私を睨んでブツブツ言ってた。うるさいわね。何をするの？バッツ？ひょっとして魔法を使わずに畑を耕すようなあれのこと？教授系？エシュールはすでに魔法学校の教授だから意味がないわ。そうだ、それなら大学院生の系がいいかも。でもまあ、エシュールのことも親友だと思っていたけど、結局こうなるのか。力なき女王なんてこんなものよね。元気を出してください、女王様。あのような妖精のことは忘れてしまって、今は王国を取り戻すことだけを考えてましょう。でもどうやって？この衛兵も私の味方じゃないのに。私にはあなたたちしかいない。それでどうやって取り戻せばいいの？王国どころかただのホームレス5人じゃん。もう終わりだ。みんなごめん。私がバカなばっかりに。まだ私のような司祭たちがいます。司祭が何よ。女王様、反則日だって言って神殿の地下で寝てばかりいるのが司祭でしょ。眠りではなく祈りです。同じじゃない。眠りながら祈るなんてクマじゃあるまいし。冬眠するクマのように何ヶ月も眠っている司祭が何の役に立つっていうのよ。教師様、教団の主になるお方が冗談でもそのようなことをおっしゃるとは、ご自身の立場をお考えください。もううんざりよ。私だって努力したのに。反乱軍たちが正しいのかもしれない。弱音を吐かないでください、女王様。そろそろやめ時みたいね。このご時世、王政なんて時代遅れなんだ。住民たちが権力を行使する時代が来たのかも。私は女王をやめて反乱軍に加わることにするわ。でも反乱に成功したら砂糖の栽培を再開するって言ってたよ。私も非常用の羊羹じゃなくてちゃんとしたパンが食べたい。そんなの待てない。今すぐ食べたいのに。じゃあどうするの？
女王は頭が悪いっす。それくらい常識なのに、まさかと思ったけど、やっぱり。うるさいわね。私も同じこと考えてたし。私がお答えしましょう。まず周辺で最も近いところに獣人が暮らす地域があります。妖精たちと仲良くしている者たちなので助けていただけるかもしれません。自由奔放すぎてコントロールできないという欠点はありますが、それから砂糖の輸入元はモナティアムです。エルフたちが建てた都市国家です。部外者を警戒するので往来は厳しいと思いますが、何を考えているのかわからない種族なので、果たして私たちの要請を聞き入れていただけるかどうか。よくご存知ですね。人間はエルフと共存しているのですか？果たして助けてくれるかしらね。獣人たちは個人主義の考えが強い種族だから。獣人たちが暮らしているのは統制された王国ではありません。最年長の長老を訪ねてみてはいかがでしょう。それに女王様は家出するたびに遊んでもらっていたのですよね。仲が良いのではありませんか？家出した時はまあって家出じゃないから、探検だから。私たちも行くんですか？なんだか面倒ごとに巻き込まれそうな予感。それはそうですけど、思ったより大ごとになっちゃったし、どうしようかな。マヨ、あなたはいいの？私は人間についていくつもりっす。私のコレクション、傷がつかないように守らなきゃ。早く防腐剤を飲ませて永久保存したいっす。女王が王国を離れた。すべて計画通りね。エイリアスがこの手に収まるのも時間の問題かしら。
う